よろしくお願いします。最近全く DIY 動画をアップできていない賃貸脇山です。本当はね DIY 動画のメインチャンネルなんですけど、夏限定なのでね、素潜り動画あと2本ほどお付き合いください。で、前回の動画の後半にちらっと映り込んでましたイケメン青物のカンパチ、皆様お気づきになられましたでしょうか。今回の動画ではそのカンパチに関わる水中映像を映していこうと思います。果たしてうまく映像に映っているのでしょうか。今回は冒頭に少し解説を入れてから実際のシーンに移らせていただきたいと思います。朝方7時から8時ぐらいの島の海です。まだ日が高く昇ってないので多少水の中は暗めです。それでも島の海は透明度がかなり高く、多少暗くても水深15メートル程度まではうっすらと魚影が確認できるほどのとてもいい環境です。釣りや素潜りで青物という場合はサバやアジなどの小型の魚ではなく、ブリやヒラマサ、カンパチ、もしくはマグロやカジキなど本当に大型の回遊魚のことを指しています。そういった大型の魚に海中で出会うためには何点か条件がございまして、1つ目はベイト、餌となる小魚の群れがいること、2つ目に潮目と呼ばれる潮流がぶつかるポイントを見つけることですね。で、最後15メートルだったり30メートルと棚になっていて海底があると、そういった条件を満たす地形を探しまして、そこでひたすら空潜り、とりあえず潜るだけですねをして青物が来るのを待ちます。先ほど列挙したような条件を満たすポイントで友人と交互にひたすら空潜りをしています。このねベイトとなる小魚の群れが期待をめちゃくちゃ高めてくれてます。で、何回目ですかね、数回空潜りをして、この何回目の空潜りかで10メートルちょっとの棚底まで着底したその時、現れました。カンパチですね。まだ初心者である私、賃貸脇山は捕獲したことがない魚なので、ここで一気に心拍数が上がってしまっています。その結果焦りすぎてますね。確実に射程には入ってたんですけれども、焦って変なタイミングで銛を放ってしまっていました。その後再開はできませんでした。で、友人がこの突きそびれたら自分が取るぞと構えておりましたが、さすがです。取り急ぎ子供のカンパチをおかずとして捕獲します。ちょっとめちゃくちゃ大きい体型の魚が縦に横切りましたね。ヒット。こんな感じで捕獲成功です。私の方はもうちょっとちっちゃいチビカンパチを1匹捕まえました。この後カメラの電池が切れてしまいましたので、この日の魚付き映像は終了です。はい、というわけで捕獲シーンの映像は映っておりませんでしたが、このような感じでしっかりと1匹大きなカンパチを捕獲しましたと言いたいところなんですけど、残念、こちらはね残念ながらというか素晴らしいんですけど、先ほどの一緒に潜ってた友人が取ったカンパチになります。立派ですね。ロングフィンと同じぐらいのサイズ、実際海の中で私が出会ったものもうちょっとこれより一回り大きかったり、やっぱりメーター超えの青物というのはいつかついてみたいなと思ってます。次こそは自分で捕獲して、初心者の魚釣りというものを脱却したいところではありますね。来年しっかりと海に行く回数が多ければ、来年こそは自分で取れるんじゃないかなと考えています。この友人が取ってくれたカンパチは、頭だけ切り落として、頭はねバーベキューでみんなでその日にいただきました。本体はしっかり内臓処理をしてお土産に持って帰られました。はい、こんな感じでカ
カンパチはつけませんでしたが、大変楽しい魚釣りでした。あと2回ぐらいは魚釣り動画を来週再来週と上げさせていただきまして、やっと DIY 動画に、メインのねトピックに戻ろうと思ってます。それではチャンネル登録よろしくお願いします。人体脇山でした。